皆さんこんにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アビです。今日私は神奈川県横浜市にある雪印こどもの国牧場に向かっています。新宿から山手線に乗って渋谷で田園都市線に乗り換えて長津田駅で降ります。長津田駅にはこどもの国線というめっちゃメルヘンな名前の電車が通っているので、それに乗ってこどもの国駅で降ります。電車を降りてから4分くらい歩くとこどもの国のゲートが見えてきました。今日向かっている牧場はこどもの国の一角にあるので、一旦こどもの国のチケットを買って入園します。こどもの国の入園料は大人600円、子供200円、幼児さんが100円でした。めっちゃ敷地が広いから迷いそうだなって思ったんですけど、地図と周りの看板を見ながら牧場を目指して歩いてみたら結構わかりやすくて、道なりに歩くと牧場のエリアに着きました。入園する時のゲートの映像にもたくさん人が映ってたと思うんですけど、こどもの国では広い敷地を利用して学校行事のマラソン大会とか遠足をしてるみたいで、子供がいっぱいいました。私は大人組だしぼっちだしでちょっと気まずかったです。牧場のエリアに入ってからもしばらくは動物の気配がなくて、本当にここが牧場で合ってるのかわからなかったんですけど、少し歩くとだんだん動物の匂いがしてきました。最初に視界に入った建物に入ってみると牛さんについての紹介があって、その奥に牛舎への入り口がありました。こどもの国は現上皇陛下のご成婚記念事業として昭和40年に開園した施設で、その中にあるこの牧場は雪印メグミルク株式会社が建設して国に寄贈した施設だそうです。この牛さんたちの牛乳を実際に味わうこともできるみたい。ジャージー種とホルスタイン種だと味わいが違うみたいなんだけど、ここの牛乳は両方ブレンドされてるのかな。牛舎を出るとカーフハッチって呼ばれる生後50日までの子牛たちのお部屋があって、その奥には生後50日以降8ヶ月までの子牛さんたちのお部屋がありました。放牧場の牛さんたちは草よりもペレットの方が好きなのか全然放牧場の方にいなくて、みんな人間の近くにいました。牧場には牛さんたちの他に羊もいます。このお顔と腕が黒くて毛の生えていない羊さんはサフォーク種っていう種類で、羊のショーンのモデルになった羊さんだそうです。みんなが動物さんたちにご飯あげてるの楽しそうだったから、私もあげてみようと思います。動物さんのご飯は1カップ100円で竹ヘラに乗せてあげるようになってます。カーフハッチの生後50日未満の子たちにはあげられないけど、子牛の保育園にいる子にはあげることができるみたいです。放牧場にいる草よりもペレットの好きそうな牛さんは食べたっていうくらいふわっとご飯を受け取ってくれて、全然竹ヘラを押す圧とかは感じませんでした。羊さんのところにあげに行ったら、わあご飯でしょ早くちょうだいって感じで走り寄ってきてくれてめっちゃ可愛かったです。羊はさっきの牛に比べると食べ方が力強い。子羊ちゃんにあげたかったんだけど、大人の牽制がすごい。子牛にもあげたかったんだけど、羊たちで全部なくなっちゃったから追加してきました。まだ子供だからお顔の位置が低くて歯の生え方まで観察できちゃいます。ケロケロ。次は放牧場の向こうにある動物園に向かいます。子ども動物園の入園料はこどもの国の入園料とは別で必要で、大人300円、子ども200円です。入園終了は15時半だけど、15時くらいから動物さんたちはお家に帰り始めるらしいです。動物園ではアイスのコーンが動物さんのおやつとして売られていて、1カップ100円でした。
うずらってこんなにジャンプできる鳥だったんですね。ふれあい広場もあったんですけど、先客が多いのでまた後で来ようと思います。左のモルモットさんはお腹に赤ちゃんがいるんだって。モルモットの妊娠期間は2ヶ月らしいんですけど、めっちゃ短くてびっくりです。上からだとどれくらいの勢いで来るかわからなくてちょっと怖いから、食べにくくて申し訳ないけど柵の隙間からあげます。園内にヤギ広場っていうヤギさんと直接触れ合えるエリアもあったんですけど、おやつの持ち込みは禁止なので、こっちもまた後でおやつをあげ終わってから来たいと思います。白いクジャクってレアかと思ってたんですけど、こうも何回も会うってことはそんなにレアじゃなかったのかも。ねえ、チュンチュンってしないでね。おやつがだんだん小さいかけらばっかりになってきて、手であげると鳥さんのくちばしに当たっちゃいそうだったので、網の上の方から落とし入れました。鳥ってなんでそんなわざわざ勢いよくご飯食べるんだろうっていうくらいチュンチュン食べますよね。なんでなのか気になります。ここに置いてもいい？バードケージの入り口にはヤギのとこみたいに動物さんのおやつの持ち込み禁止って書いてなかったんですけど、本当に持って入っていいんですかね。カップの中におやつは残ってないので、カップを持ったまま入りました。ということで一周したのでカップを返してヤギ広場に来ました。ヤギ広場には全部で3匹のヤギがいました。ふれあい広場は大人だけでも利用可能だそうです。ここのモルモットさんは交代でふれあいのシフトに入ってるんだって。みんな自分でご飯代稼いでて偉い。いっぱい楽しんだので、そろそろ動物園に別れを告げて、ここの牧場の牛乳を味わいに行きたいと思います。動物園を出たところに乗馬を楽しめる場所もありました。近くにお馬さんにおやつをあげれるところもあったんですけど、売り切れててあげられませんでした。ケロケロ。ここの牧場で採れた牛乳は普通に飲めるものもあったんですけど、アイスもみんなここの牛乳を使って作られているらしいので、雪印コーヒーソフトを買いました。めっちゃ美味しかったんですけど、子供でも食べれそうなくらいあっさりした味わいだったので、ガツンとしたコーヒー味が好きな人にはちょっと物足りないかなって思いました。子供の国には今日訪れた牧場エリアの他に遊具のあるエリアとかピクニックのできそうな野原もあって、他にもスケートやプールなどいろんなことができるみたいだったので、気になった方はぜひ調べてみてください。今日も最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。また見に来てください。バイバーイ。